皆さん、こんにちは。マミの健やか日本語ポッドキャストです。皆さん、お久しぶりです。大変お待たせいたしました。早速ですね、今日のテーマ、未来を心配しすぎてしまう人へです。今回は何でも考えすぎてしまって、そんな自分に疲れます。不安がたくさんあります。そんな方に向けてお話ししたいと思います。私も今でもまだまだ考えすぎる時があります。そんな時ははっと我に返って現実に戻るようにしています。例えば未来のことをたくさん考えて心配してしまったとします。ですがそれはまだ現実ではないんですよね。今未来のことで不安になっている場合はそれはただの妄想なんですね。現実ではありません。そして嫌なことはリピート再生する必要もないんですね。その時間を別のいいことに使いたいですね。なぜなら時間は有限です。限りがある。しかも全員に平等にあります。もし嫌なことをリピート再生し始めたらもったいないと思いませんか？はっと我に返った時にぜひ別のことを始めてみましょう。ここからは私の実体験です。私は日本語講師のお仕事以外にいろいろなイベントの企画を行っていました。一番多いのは音楽のイベントですね。3ヶ月先のようなちょっと小さめの短期的な企画もあったり、2年後に行いましょうと決まった企画のために動くこともありました。コンサートを行う時には1年前から会場を抑える必要があるんですね。ですので企画自体はもっと前から行います。その後予算を組んだり交渉したりいろいろなことを順序立てて進めていきます。私はこのようなことが結構人よりも得意な方でした。そして突然のトラブルがあってもあんまり慌てることなく、では他の方法を探してみようかなと、そんな風に考えることができました。そんな私でさえ困った瞬間というのがあったんですね。それは2020年のコロナの時期でした。これを機に人間関係がガラリと変わったんです。皆さんはどうですか？ 2020 年のコロナをきっかけに何か大きく変わったこと何かあったでしょうか？私の場合はですね、今まで気が合うなと思っていた人でもコロナ対策の考え方が違ったことで、あれ、なんか価値観が違うなと思うようになった大きなきっかけでした。コロナ期間中も変わらずにイベントをそのまま行いたいと思う人、形を変えて実行しましょうという私、価値観が大きく違っていました。私の人生の軸は教育です。命を大切にすること、人を大切にすることです。
感染をできるだけ防ぐことというのが大切だった時期でした。そんな時期に新幹線に乗って県外に行って会議をしてという必要性が私には分かりませんでした。その時まだ日本ではあんまり多くの人は使っていなかったんですが、Zoom とかそんなオンラインミーティングも存在したので、私はそれを提案しました。しかしですね、オンライン会議はしたことがないし、ちょっと面倒なんでこちらに来てくれませんかと言われました。その時になんだかな、ちょっとモヤモヤしましたね。実は私、大切な人をコロナで亡くしてるんですよ。その方はフィリピンの吹奏楽を教えている指揮者の方なんですが、2020年の3月、私の誕生日の時にですね、お誕生日おめでとうって Facebook のメッセンジャーでメッセージを送ってくれてたんですね。で、その1ヶ月後ですね、亡くなったというお知らせが、そのフィリピンの仲間から連絡がありました。とってもショックでした。1ヶ月前まで連絡取ってたのになって。人それぞれ感染のしやすさも違いますよね。私のように一度も今までコロナにかかったことがない人もいれば、ワクチンを打っても何回もかかりますという人もいるんですね。だからこそ命に関わることに対して、まあ大丈夫でしょうという根拠のない自信で人の人生を台無しにしてはいけないんですよ。なので私はその仕事を断ったんです。コロナの時期は音楽の仕事はとっても減りました。教える仕事もとっても減りました。仕事が減った時で一つでも仕事を取りたい、そんな気持ちがありました。でも何にも怖くなかったんです。価値観の違う人に囲まれた世界で生きていく方が私は怖かったんです。本当の私が求めているものは何と正直に生きてみると、簡単に一歩踏み出すことができます。ぐるぐると考えすぎているときは自分に嘘をついていることが多いんですよ。自分に嘘をつき始めると最初は気がつかないかもしれません。でもそんな毎日を過ごしていると、本来自分が行きたいなと思っている場所とは正反対の場所に向かっていることに気がつくんですよね。そうすると、なんだかしっくりこないなという世界に居続けてしまうんです。なので方向を変えるしかないんですよ。自分の未来についてぐるぐると考え始めてしまったら、まずは止まりましょう。そして今抱えているものを一つ手放してみましょう。すると新しいものが入ってきます。例えば私はこれまでずっと音楽、芸術、韓国語、日本語に関する音楽や言葉に関する仕事をしてきました。好きなことだし、仕事にできてとっても
幸せなんです。でもその中でも自分の成長を感じにくくなってきた時期があったんです。それで思い切って学校の仕事を辞めました。社会的地位とか肩書きとかそういったものは減りました。しかしその分時間に余裕ができたんです。一つ手放すと一つ新しいものが入ってくるんです。面白いですね。それが私にとってはヒンディー語を勉強する時間なんです。2026年から2027年はインドの文化やヒンディー語の習得に時間を使うと決めました。私の大切な人生の時間、それをヒンディー語に使うと決めました。命はいつまであるか誰にもわかりません。人生は有限ですね。日本人は平均寿命が長いと言われています。この前もニュースになっていました。日本人の女性は平均寿命がまた伸びたと。しかしですね、今日何が起こるかもわからない。未来は誰にもわからないんです。未来に行ける保証もないんですね。どれだけ社会的地位があったとしても、お金があったとしても、人はあの世にお金や肩書きを持っていくことはできません。ただ魂だけ残るんです。だから迷っている時間もないんです。今日を幸せに健やかに生きること、それをぜひ学んでいきましょう。あなたの人生はあなたのものです。価値観の合う人のもとに行きましょう。あなたと価値観が合う人は必ずどこかにいます。私は皆さんの人生をずっと応援しています。今日はここまでにしましょうか。最後まで聞いてくださってありがとうございました。このポッドキャストが皆さんの静かな時間のお供になれば嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。良い一日を。